ツンツクツクツクツンツンツクツクツクツン声が出ない皆様明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。本当にね、9年中はいろいろとお世話になりました。本を出版したり、それからクラウドファンディングやってみたり、ボタンカバーがまだちょっと全員の方に送れてないんですけれども、そんなこんなで今年どんなものが流行るかということをやっていきたいと思うんですけれども、題しまして2026年春夏トレンドキーワード4選でございますというわけで、試着室はマジックボックススタイリストの五十嵐薫でございます。はい、というわけでね、いつも通りというよりも前後しておりますけれども、はい、今年も頑張ってまいりたいと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。それではこのチャンネルを最後までご覧いただいて、面白かった、ためになったと思っていただけたらチャンネル登録いただけると嬉しいです。それでは行ってみよう。というわけでね、一緒にね PC の画面もご覧いただきつつ、ちょっといろんなものをね、今私が持ってるもので、今年いろいろと使えそうなものをご紹介しつつ、画面とともにご案内していこうと思います。はい、まずね、こちらをご覧いただく前に、私の中で4つ一番取り入れやすいんじゃないかなっていうことと、こういうものなのねっていうところをご理解いただきやすいものがねあるんですね。はい、バレエコアっていうものが、ちょっと一つ流行でね、2025年去年からあるんですけど、どういうものかっていうと、これね GU でこの素敵な、バレエシューズのようなスニーカー発表したじゃないですか。これがねバレエコアというもので SNS 初のトレンドというようなところだったりもするわけなんですよね。なんかその女の子の可愛らしさとスポーティーさ、ドレッシーさとスポーティーさっていうのをうまく掛け合わせたスポーティー×ドレスアップというところがまず1つ目。2つ目が後ほどちゃんと画面もご覧いただけますけれども、ジャージードレス、ドレープというくくりでねご紹介したいと思います。そして3つ目は全体的に2000年のその Y2K なんかのねトレンドの流れがまだ続いておりますので、ローウエストというものが流行ってくるわけなんですね。それに加えてね、腰ベルトみたいなもの、要は全体的にウエストマークというよりも腰マークみたいな感じな雰囲気なものが3つ目。そしてね4つ目に小物に関していろいろこちらにも取り揃えていますが、小物に関してというのが4つ目なんですね。私の中では大きく4つなんですけれども、こちらの、ハーパスバザーの PC の画面からご覧いただこうと思います。はい、2026年春夏トレンド流行キーワードアイテムカラーなどをランウェイから最速でレポートというものなんですね。はい、でもちろんねニューヨーク、ロンドン、ミラノ、そしてパリの最新のランウェイからというところなんですが、あまりにもちょっとね露出のあまり、ひどいものはちょっと抜かしたいなというふうには思っております。ハーパスバザーさんが取り上げているのは細スカーフ、バンドといって、細いスカーフ、それからスポーティードレスアップ、さっき私が言いましたスポーティーとドレスアップのミックスですね。ドレープということで、私は、ジャージードレスの話をしました。そしてねロングペンダント、スキニーデニム、オールブラック、バンダナ、ローウエスト、腰ベルトっていうところなんですね。はい、こちらのね細スカーフバンドですね。これはスカーフというよりもニットのような感じですね。長いマフラーのような感じですけれども、こういうものが流行るんですよっていうところを言ってました。こういうワンピースと同じ共布で作ったものだったりとか、そういうような感じですかね。こちらご覧いただけるように、このようにね、このねブルマリンのドレスに同じ共布のストール、バンドだったりとか、ネックレス代わりって言ったらいいんですかね。ストールっぽいんだけども、こちらも共布ですよね。花水なんかはちょっと似たような感じの色味を合わせてるのかな。カーディガンと似てるような感じの雰囲気っていうのかしらね。コーチではこのように、どっちかっていうとバンドというよりもスカーフって感じですね。またね相変わらずスカーフ、ストールがずっと流行ってますけれども、今度はねだんだん幅が細くなるっていうところでございました。
それではね、最初にもお伝えしたスポーティードレスアップが出てまいりました。スポーティーとドレスアップのミックスっていうことなんですが、ちょっとこれはドレスアップしすぎですけれども、このようにビーズのね、スパンコールなりビーズが使われてるんだけれども、ちょっとスポーツテイストだったり、アディダスのような3本線が入ってるんだけど、アフリカンフレンチみたいな素敵なドレスなんですが、これはちょっとね極みな感じなんですけれども、ブロークコアやバレーコアなど SNS 初のトレンドが象徴するように、スポーティーなアイテムとドレスアップスタイルの融合はもはや新しくない。でも今季はねちょっとソフィスティケート、要は洗練されてるっていうところなんですよ。はい、GU さんでね、さっきもお見せしたこちらのスニーカー、これもねサテン地を使ってるっていうところもあるので、スポーティーなんだけどドレスアップっていうところ、別にカジュアルに収まっていないっていうところもあるし、あとはねちょっとこちらのこういう、普通にありそげなところ、この人面白いですね。すっごい男性っぽいですよ、雰囲気ね。はい、すっごいこのごっついサングラスですね。サングラスについてはちょっと後ほどお話をしたいと思います。要はこういう感じのスカートでスリット入ってるのに、これすごくないですか？ポロシャツ的なね、長袖ポロシャツみたいな感じだったりとか、ちょっと、ブラウスなのに、多分これあれですよね、フードがついているっていうような感じですよね。とか、すごいですね。ちょっとラガーシャツみたいなものをトップスに着てるんだけれども、こういうようなファーがついてるようなボトムスパンツなのかしらだったりとか、このようにフードがついている、本当にカジュアルですよね。この格好でランウェイ歩いちゃうんだっていうような、そんな感じではあります。そしてね、このようにジャケットを着てるにもかかわらずボクサーパンツみたいなね、こういうようなところもありますということですね。今もねちょっと話してて、じゃあユニクロさんとかでこういうの出すのみたいな話も最初のねドレスアップのやつあったんですけれども、多分ねユニクロさんや GU さんでは GU は絶対こういうの、これも含め、出すはずです。で特にユニクロさんはどういう風に出してくるのかなと思うと、多分ね素材を少しだけ変えてくるんじゃないかなっていう気がしますが、いかがでしょうか。出てからのお楽しみですね。素材がちょっとっていうのはね、この最後のもののように少しサテン地のものなんかをそれこそボトムスに持ってくるような、一時ねサテン地よくユニクロさんも出してたじゃないですか。あれをうまくスポーティーっぽく見せるのかななんて私は予想しております。というわけで次にドレープです。ドレープと言いましても、生地のね布地の雰囲気でドレープのあるようなというところなんですけれども、このようなジャージードレスですね。昔それこそ1980年代90年代に結構もねこのドレープのワンピースっていうものは流行りましたし、あとは何でしたっけ、ニューヨークのダイアン・フォン・フォスティンバーグねがよくドレープのものを出されました。もうダイアンが確かもうねブランド自体をストップしてるはずなんですけれども、とにかくね楽で女性らしくって、しかもドレープが綺麗、ドレープが女性らしさを演出するっていうようなところがございます。こんな感じにね、全体的にドレープが効いているものと、それからこのようにトップスだけちょっとドレープが効いたような独特なボレロのような形だったりとか、とろみ感のあるテキスタイルがヘルシーな身体美を表現っていうような感じですね。こんな感じでね、ドレープのワンピースプラス同色のシフォンストールみたいな、こんな感じのものもね、もう今年の秋口ぐらいからもこういうの出てましたね。ワンピースもこういう感じがありますから、ちょっと懐かしい印象って言ったらいいのかな。プラスモデルさんもですね、これね、この辺りがドレープってことですね。いいですね、思いっきりドレープです。こんな感じのものが出てくるんじゃないかなというところですね。この雰囲気も綺麗です。ですので皆様の、お手元に届く雰囲気で言うと、ちょっとね、そうですね、こういうニットのセーターの下のところにドレープをこういうふうに
プラスして長さをちょっとねこのように、トップスのセーターの下からドレープ生地をちょっとね覗かせて、重ね着なのかこういうデザインなのか分かりませんけれども、ちょっとねレイヤードスタイルの中にドレープを生かすだったりとか、もうワンピースそのものがドレープになっていたりとか、こういうねセーターのところにちょっと生地がついてることがドレープに見せたりとかっていうね、こんな感じだったりとか、アウター自体にドレープがついているとかね、ウエストマークしたベルトがドレープになっているだったりとか、落ち感のあるテロンとした素材が流行りそうな気配でございます。はい、というわけでドレープジャージードレスでございました。はい、それではローウエストに参りたいと思います。先ほどもお伝えしましたけれどもね、2000年のリバイバル的な感じでしょうか。これはかなりな、腰骨がちょっと見えてる感じですけれどもね、全体的にね腰パンツもしくはローウエストでいくと、このねお腹あたりを見せるっていうところになってくるわけなんですよ。要はトップスが短めになってプラスローウエストっていうことは、ウエストやお腹あたりをね露出しなきゃいけないのって不安があるかもしれませんが、ちょっとだけね一緒にご覧いただいて、どういうふうに対処していくかっていうところをお話ししたいと思います。90年代や2000年代初頭のリバイバルブームが後押しし、ボトムスもここ数年はローウエストがトレンドにということなんですが、クロップドベストとローウエストのミディ丈ボトムという時のね、丈感が秀逸なんて言ってますけど、秀逸っちゃ秀逸なんですけどね、私たちが着れるかどうかっていうところをまず、見ていきたいと思います。ご覧ください。もちろんね腰も出してますけれど、このようにねちょっと腰をマークしているっていうところがあるんですね。こちらは、ちょっとローウエストで、あまりお腹を出すっていうよりも少しチラ見せというところでしょうか。こんな感じですよね。トリバーチなんかお腹を出さずにベルトでローウエストをより強調させているというところがありました。こんな感じでね、腰履きにベルト、これもねある意味スポーツミックスみたいな感じですよね。さっきのスポーティー×ドレスみたいなところでしょうか。腰履きながらもね、さっきもお話ししたこういうスポーティーなラインが入っている、これなんかも多分 GU あたりがこう追従するんじゃないかなっていう気がします。腰履きというよりも腰ベルトでマークしているというところですね。というわけでね、腰ベルトを合わせてお話をしていきたいと思います。要はね、さっきの一番激しいやつあったじゃないですか。このね思いっきりお腹が見えてるやつ、それから水着着ててそのまま脱ぎました、水着着てるんだけどそのままボトムスを腰まで下げちまいましたみたいな雰囲気の、ものがありましたけど、こんな怖いことしなくても私たちにはこの腰ベルトがありますよという、ちょっと懐かしい感じのね、本当に90年代風なベルトでございます。腰ベルトでございます。皆さん腰ベルトお持ちですよね。そういえばあったな、どこにあったっけなっていう方もいらっしゃると思います。例えばね、それをジャケットの上から思いっきり、さっきのドレープっていう話がありましたけど、生地でデザインさせて巻いてみるとか、それからこのようにちょっと太めのベルトをしてみるとか、ちょっと独特なね、ご覧ください、ベルトというよりもアクセサリーみたいな感じで腰巻き的なものがマークしてみたりとか、昔のねワンピースのところに太ベルトみたいなものが戻ってきたっていう感じに考えていただければと思います。これはまた独特なちょっと甲冑みたいな感じのウエストベルトですけれど、ティビですね。で私がねよくして撮影でも使っていました、これも本当に長いこと使っていますね。20年近いんじゃないでしょうか。クロエのベルトなんですね。これもね腰によく私つけたりとかしてるんですけれど、こういうものをうまくお持ちのものを利用するっていうところをやっていただきたいし、これは私の古くからご覧いただいている方はご存知の私の父の遺産というか遺品なんですけれど、アスコットタイなんですね。アスコットタイなんですけど、私はこれをパンツのウエストベルトの中に入れたりとかしてるんですが、ウエストベルトのところに通すんじゃなくって、もうこれを巻いていただいてね、普通にこう巻いていただいて腰マークっていうようなことだって十分できるっていうものですね。なのでお持ちのものをうまく活かしていただきながら腰マーク、持っている太ベルトをぜひ探し出して使っていただきたいと思います。
なので腰履き、お腹を出す必要もなく、このようにね、バッグみたいなものでうまく腰をマークするとか、こういう先のドレープでマークをするもありましたし、幅があるものでマークをする、こんな感じで、結構がっつり腰をマークしてますね。なんかちょっとあれなんでしょうかね、全体的に要の年っていう感じでしょうか。はい、素敵な雰囲気ですけど、結構たくさんいろんなところで、こういうのも素敵ですね。ちょっとアクセサリーみたいな感じですね。はい、これは化粧回しみたいな感じって言ったらいいんですか。ちょっとビーズで、あしらっている感じですね。要はベルトだけじゃなくって、この辺りにアクセサリーを持っていきましょうというような考え方でしょうか。これはこれですごいですね。はい、巻いているだけっていうね。なのでストールだったりとかっていうのもね、もう去年ぐらいから結構腰にストール、私は腰巻きって言ってるセーターなんかももちろん OK ですね。お持ちのものをうまく活かしていただければと思います。はい、ではちょっと次の扉があって、次は小物に行きたいと思います。はい、小物なんですけれども、ちょっと先にね3つあります。ロングペンダントとバンダナとサングラスあたりをねちょっとお話ししようと思います。もちろんねこの、腰ベルトも小物の一つではあるんですけれども、バンダナはこれユニクロさんとプラス C の時に購入したスカーフではあるんですけども、バンダナみたいな感じ、普通にね三角にこうやって折っていただいて、バンダナってね、三角巾ってよく昔言いましたけれど、普通にこういう風にちゃんとなってる、こういう風に巻くっていうのをもちろんね、この PC もご覧いただきたいんですけれども、まるで家庭科の授業かというような三角巾の巻き方で巻いていただくっていうのと、プラスちょっとなんていうんですかね、黒子みたいな感じに巻くパターン、要は帽子代わりみたいな感じに巻くパターンと、それから完璧にこのなんていうの、ハイジ巻きっていうのかしらと、顎のところに結んでしまうパターンと、アナスイのこれなんかさっきの帽子みたいな感じですよね。帽子みたいにしてしまうっていうパターンと、またもう一回出てきましたね、この腰バッキー、腰見せ、女子、こんな感じでね、もうねヘアバンド風に使うっていうようなこともありなんですね。要はねどういう風にするかっていうと、こんな感じで三角巾作りますよね。三角巾作るんだけど、この状態じゃなくて、もう少し見えないんだけど、ここの部分を見せるか見せないか、この三角の部分を見せるか見せないかっていうような巻き方をするっていうのが結構流行っていくと思います。でこれだとちょっと無理よっていうパターンもあると思うんですね。五十嵐さんちょっと今お風呂上がりですかとかっていうふうに言う方もいらっしゃいましたけど、これを巻く、もしくはちょっとヘアバンドがねもっともっとたくさん出てくると思うんですよ。帽子代わりにヘアバンドを使うっていう人がどんどん出てくると思いますので、バンダナをうまく活かすということもどんどん出てくると思います。特にねこういう感じ、この2つみたいに帽子代わりにバンダナを巻く、これ自体がおしゃれに見せるというようなバンダナの見せ方でした。はい、よろしいでしょうか。そして2つ目、ロングペンダント。ロングペンダントでございます。ロングペンダントは私もねちょっといくつか持ってきましたけれど、必ずや皆さんお持ちだと思うんですよ。これ私撮影でよく使っているイタリアの、メイドインイタリーのマーベルっていうところのもので、これ虫眼鏡のようにこういう風に細かいところを見ることも可能っていう、優れものでございます。こういうものを使っていただいたりとか、お手持ちのね、ロングネックレスの登場でございます。ただ気をつけなければいけないのは、ロングネックレス、面長さんがロングネックレスをつけると顔が長く見えますので要注意でございます。このね PC の画面のように、もし面長さんがつけるんであれば、このように首にねスカーフみたいなものをつけた上でロングネックレスをつけていただくっていうのがいいんじゃないでしょうか。かなりペンダントトップ自体も大きいものが増えてるかなというところがありますね。コインパース付きのペンダント、これですね、これ可愛いじゃない、コインパース付きのこんな感じ、これ小銭が入るという、小銭入れるともっと重くなって肩こりがしそうな感じがしますけれど、中には物を入れないんでしょうね。こんな感じでシンプルなお洋服にポンと刺す。こういう金属のネックレスだけじゃなく、こういうレジンのネックレスだけじゃなく、革の紐だったりとかリボンのような紐だったりっていうものを使ったネックレスもあれば、このようにビーズや石のものを使った
たロングネックレスもあれば、ロングネックレスのように見せて、途中で止めて長さを出して、ここにいろんなものがついてるっていうようなネックレスも出てきてたりとかしてますね。あとは二重巻きがあったりとか、なんかちょっとね本当に90年代2000年代がもう一回本当にねリバイバルっていうのが今年全体的な感じなんでしょうかね。さっきのね腰のベルトもそうですよね。このね玉のれんみたいな感じなんですけれど、あとはねこういう懐かしいカーボーイハットの、帽子の元みたいな感じで、こういうネックレスもそうだし、シンプルの中にネックレスを際立たせるというようなところでございます。そしてね、今ここには出てきてないんですけど、サングラスっていうような話をちょっとキーワードで入れました。さっきのこの人コナー・アイビスのこのサングラスもそうですけど、スポーティー×ドレスアップの部分とちょっと重なる部分でもあるんですけど、ちょっとね近未来風な感じっていうのかな。サングラスがねとにかく異常にいろいろ今出てくるようになりました。今までほらずっとかけている、私のアイコンみたいにしている大きなメガネあるじゃないですか。あれも基本的にはサングラスの一つなんですけれど、もう当初メガネが大きすぎますとか、なんかもう2度見3度見するような人が多かったんですけど、最近もう慣れてきたっていうか、いろんなメガネが出すぎて、それぐらいだったら許すわみたいな人が出てきたんですけど、私のこれはもう何度か皆さんにお見せしてますけど、これ自体かけてもまだやっぱり2度見3度見されるんですね。こんな感じのものがもっともっと今年はたくさん出てきます。ここの画面にはありませんけれども、他のブランドでもこの柄の部分がねめっちゃ太いやつが出てきたりとかね、あとはかなりフレーム自体が太いものが出てきたりとか、こういう小物で個性を表す時代になってきました。なんかね風の時代みたいな感じで言われてきてたりとかしますので、いかに自分の個性を世の中にアピールするかっていうような時代になってきたということだと思います。そして先ほどね、これに付随して今ね小物は3つ、ロングペンダント、バンダナ、サングラス3つお伝えしましたけれども、これにプラスしてねちょっと私がピックアップしなかったんですけれども1つお伝えしたいと思います。スキニーデニムなんですね。全体的にパンツのラインが今までの動画の中でもお伝えしてるんですけれども、太いパンツがねやっぱり流行りだったんですよ。体のラインも見せないし、ユニクロさんでもタックワイドパンツが流行ったり、私なんかも結構今まで、パンツでワイドパンツを出してきたりということをしてきましたけれども、足元のスキニーデニムとかデニムだけじゃなくて全体的に細くなっています。でここに書いてあるんですけど、しかし注意したいのは細ければ細いほどいいとはいかないこと。ふくらはぎに少しゆとりのあるスリムなストレートレッグやクロップドパンツのタイプなど細身に全体的にシフトしているということなので、あくまでも個々の体型に合ったものということなんですね。さっきのクロップドの丈だったりとか、こんな感じですね。またダメージデニムが出てきているということですかね。このようにラインが全体的に細くなっているということをお伝えしたいと思います。というわけでね、最後に大きくまたお伝えしますね。今回2026年の中で私五十嵐がピックアップした皆様にお伝えしたいものとしては、1つ目スポーティー×ドレスアップということで、こういうようなね2025年に出されたスニーカーなどにバレーシューズっぽいものだったりとか、2つ目にはジャージードレスのような落ち感のある女性らしい体の健康美を表すようなドレープ、そして3つ目にローウエスト、腰のベルトというように腰をすごくフォーカスするというようなベルトがちょっとアクセサリー代わりになるようなところが3つ目。そして4つ目が小物ですね。サングラスの話もしたりとか、あとはロングネックレス、そしてベルトなんかもお話をさせていただき、バンダナっていうものをねうまく活用していただきたいなってね、こういうものをお持ちの方たくさんいらっしゃると思うので、うまく活用していただきたいと思います。そして最後にお伝えしたのが、全体的にパンツが細くなるよ、スキ
キニデニムがまた取り出されるよというような話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。はい、皆様の2026年春夏の準備がそろそろ整う、まだ寒いですけどね、はい、整えば、嬉しく思います。はい、というわけで試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッと&いいねボタンで高評価をいただけるとすっごく嬉しいです。それではまた次のコーディネートでお会いしましょう。バイバイ。